待ち合わせ来ました。かわいい。暑い。なんかさ、去年もこういう始まりあったよね。ありましたね。暑いみたいな。こんにちは、チャプターズ書店主森本萌乃です。こんにちは。今日は外からお届けしようと思うんですけど、爆買いじゃないんだよね今日。今そうなのよ。新しいスタイルですね。でちょっとアイスティーを2つ買ったんで、これを持ってあるところにちょっと遊びに行こうと思います。はい、はい、じゃあ行ってみよう。レッツゴー。暑い。なんか女性はね、7の倍数、男性は8の倍数で体質が変わってくんだって。で、私35だから、7の倍数と思って。でもさ、もう趣味が読書で休日読書してるからさ、運動してないわけよね、私たち。同じくです。そう。あれどうなったんですか？キックボクシング始める。行くとこは決めた。もうここのキックボクシングに行くだけだ。もう通ってんの気分は。気分は。でも一歩目が重くて。そうですよね。そう、キックボクシングやりたいんだけどね。あ、そうこうしてる間に見えてまいりました。うわー、今日は月に一度女の子にワクワクドキドキをお届けするパリ発のサブスクボックス、マイリトルボックスのジャパンオフィスから動画をお届けしようと思います。ここ私の古巣なんです。そうですよ。勤めてたのは2017年から18年とかだった気がする。じゃあ7年前ぐらい。めちゃくちゃ感慨深いんですよね今日。で今チャプターズってね、毎月本をお届けするで、先週ね面白い本だけ届けるっていうのやってるんですけど、それも本当にここからアイディアが来てて、マイリトルボックスはちょっと私の人生で欠かせないエッセンスなので、みんなも好きなんじゃないかなということで、今日の企画はですね、 YouTube で時々限定ボックスをね販売するとすごい喜んでもらえるので、今日も選書ボックスをちょっと作ってみました。でマイリトルボックスさんとのコラボボックスでお届けするんで、ちょっとまずね箱がめちゃくちゃ可愛いんで、いやもう早く見て。そうそれとか、あとは私とななみちゃんでちょっとこの夏ね、読み漁ってこれだと思った本を入れてるんで、その辺の紹介も含めてしたいと思います。では今回はマイリトルボックスジャパンのオフィスからお届けします。ありがとうございます。本当にね、戻ってくれて嬉しいし、もうカメラをセットしてても可愛い可愛い、絵がいいぞ。もうこれ仕事するのすごいよね。いやー贅沢、ね、どうしてたかな。でも意外とね働くと忙しかった気がする。いやそうでしょうね。なんかこう改めてこう来ると素敵だなっていうのを感じたという中で、今日から発売するチャプターズの選書ボックスはこの YouTube 限定で発売してるのね。人気ね。ありがたいことに毎回売れるのに思ったよりも少なく用意しちゃって、ごめんなさいみたいな、売り切れちゃったって言われちゃうことがね、毎回ちょっとずつ増やしてんだよね。だけど欲しい方は急いで買う方がいいです。ということでマイリトルボックスとチャプターズの選書コラボボックスは、このマイリトルボックスのコンセプトでもあるボックスを今回ご用意しました。ね、可愛いよね。可愛い。今この8、9月は何ですかって聞いたら特別にちょっと見せてもらったんですけど、こんな月もあるんです。これねすごいよね。変化球8月9月はテーマがベルエポックって言ってたかな。なんかさ、こうセンス、この色味のねすごいよね。届くそうです。いいなー。で、早速私たちはこっち行くんですけど、どっちから行きますか？どっちから行きましょう。こっちが In Bed with Books、でこっちが Into the Woods。でもね、思い出して前回テンション上がるやつからやって、ちょっと雰囲気がつけちゃったからしっとりからいこう。はい。テンションでいくと、この In Bed with Books は今回ねマイリトルボックスのいろんなデザインをいただいて、何入れるか考えてたんですけど、こっちは分かりやすくこう本を持ってベッドで寝ようってことなんで、眠る前にね幸せな気持ちになるような多幸感のあるものにして、こっちは Into the Woods、 もうなんか今から秋だしね、ちょっと森の中に入っていく、この物語の中に入り込んでいくみたいな割と没頭系のものを入れてみました。っていうのが Into the Woods ボックスです。はい、行ってみます。よし。ではなんかさ、このすごいねちょっといい香りがするという。じゃあこれは後で紹介するとして、はい、3冊ですね。そうね、単行本1冊と文庫本1冊、あとはチャプターズの過去選書の中からおすすめ本を1冊。ちょっと今回白カバーで撮ってるんですけど、ね、間に合わずごめんなさい。またいつもの可愛いブックカバーつけてお届けします。はい、今回はですね、どっちも単行本はななみちゃんが
監視を。頑張りました。ななみちゃん上手だもんね。あジェンとかりがとうございます単行本とかちょっとこのリトルプレス系が。だからこれはね探すの難しいんで、ぜひチャプターズで出会ってもらえたらと思う中で、私はやっぱ文庫大好きなんで選んでみました。私これ紹介しすぎてる最近。これ前回も見たわ。前々回も紹介しましたよね。はい、村山由佳さんの遥かなる水の音を入れました。はいでもね聞いて、これしか読んでないわけじゃないの。知ってますよ。相当良かったんだなっていうのが伝わる。これ私今年の動画3回目なのよ。もしかしたら YouTube 見てくれてる方も買ってるかもしれそない。うだよ小山さね。ん激推ししてるなとか言って。買ってたらすいません。でもこちら紹介します。っていうのもね、このイントゥザウッズっていう中で、この没入感、ゆっくり読み進めて、あ、よかったなっていう読書体験だったのと、この本って亡くなった弟の散骨をモロッコにしに行くっていうそうロードトリップなんですよ。でその弟とお姉ちゃん、散骨しに行く当本人のお姉ちゃんはパリ在住なの。あ、そうだからこの「マイリトルボックス」で一緒にやろうってなった時に、何かしらのパリジェンのエッセンスを入れたくて、そりゃもうここに持ってくるしかない。私すごい段取り悪いよね。ここでさ入れると分かってるなら前回あんなに紹介しなくてよかったよね。あれですよ、もう抑えきれないほど良かった本っていうことにしましょう。なんかさ、皆さんもこう積んどくとかやっぱ本棚に並んでて好きな本ってやっぱ目合っちゃいませんか？あっちゃうね、あるよね。呼ばれてるなそうみたいな。私すごい水の音聞こえてくる最近。はい。あ、そうなんだ。散骨結構暗い話なんですか？そうなんです。これは骨を巻きに行く、まあ大切な人が亡くなったそのお姉ちゃんと、あとゲイなんですよ、その弟が、まあゲイの恋人、あとはその幼馴染のカップルが東京からわざわざ来てモロッコに、でその4人でちょっとおかしな弟っていう共通点だけを持った4人でロードトリップをしていく話なんだけど、これすごい読みやすかったのが、視点がねこの4人全員の視点から描かれる。あ、そうなんですね。すごい短いんですよ。読みやすくってで切りやすくってだらだら読んじゃうっていう。一番気持ちいい読書時間ですね。そうなので、まあこれ没頭するけれど、まあ時間をかけて読んでもいいし、しっとりしてるけどディティールがね可愛いのよ。あ、可愛いんですか？電車で移動してここからここの街をガタンゴトン揺れて、みたいな街のなんかこう景色がすごいカラフルでとか、モロッコのそうなんかこう騒がしい様子とか、本当にね細かく書かれてるから。いい意味で読み飛ばしてもそんなに問題ないというか、こう流れるように読めるのも気持ちよくってだらだら読んじゃった。いいな。私これすごいいい本だと思うんですよね。なのであんまり書店でも見なくないですか？見たことないです。っていう本をチャプターズでは紹介したいっていうのもありながら、すごい紹介しちゃった。遥かなる水の音、イントゥザウッズでお届けします。皆さん買ってないことを願います。でもう一冊はこちらはチャプターズの過去選書の中から一冊、イントゥザウッズなね没入体験のある小説を入れてみましたが、これ読んだよね。一気読みですね。これはこっちとは全然打って変わって一気読み小説です。こっち結構多分世界観にしっとり入り込むだと思うんですけど、これはもうガッと読み込んじゃうみたいな感じの本ですね。そうなんですね。これページ数も213ページ、すごい短くって、私これ単行本でも読んだんですけど、本当に1時間2時間ぐらいで読める。私も単行本と文庫本になって読みました。やっぱ文庫本で読んでも面白い。面白い。なのでここのちょっとギャップも大切にしてみたので、今ちょっと話しかけないでみたいな読書体験って幸せじゃない？なんかあれをこっちでお届けして、でこっちでちょっとこうゆったりと読み進めるような読書体験を。これはね、ちょっといろいろ言うとネタバレになっちゃうんですごい難しいんですけど、まあどっちかというとジャンルはミステリー。そうですね。でどっちかというと読後感はハッピーよりはこう内省みたいな。食らう感じの方が、ただ私すっごいこれ読後感好きだったんだけど。あ、わかります。すっきり気持ちいいとかそういうのじゃないのに、癖になる読後感というか、なんかね、この作家さんは今をときめく方だし、こう絶対出会ってて損はないので、これ一気読みするっていうのもいいかなと思って選んでおります。はい、はい、でもう一冊がこちらです。よく見つけたね。平凡社小出まりるいさん、空から森が降ってくる。空から森。すごいもうぴったり。はい。ね、今回読書。本の森に迷い込むっていうテーマで探そうよってなった時に、これが結構没頭系だったんで、同じく没頭小説とかで探すのも面白いなとは思いつつ、がっつりど真ん中森の本があってもいいんじゃないかなと思って探して、
出会ったのがこれなんですけど、なんか可愛い付箋してる珍しくそうってこと超良かったんだね。読めば読むほどこれいいなって思って今日の朝も読み返したんですけど、やっぱり良かった。小出まりるいさんっていう詩人であり小説家の方がニューヨーク州の森、ウッドストックっていうちっちゃい町で暮らしてるんですけど、そこでの日々を綴ったエッセイになっておりまして、平凡社さんっていうところから出てるんですけど、平凡社さんってもともとこう辞書とか百科事典とかで有名な、そうなんだ、結構歴史ある出版社さん、教養とか哲学書、学術書に強い出版社さんなんですけど、これも読んでる感じはほっこりエッセイなんですけど、森の知識がもうぐんぐん入る、すっごいよくって、でこの付箋も貼ってるんですけど、私が一個いいなって思ったのが、私たちって結構金木犀の香りだ、秋だねってなるじゃないですか。違うんですよ。小出まりさんは、この雑草の香りがした、春だみたいな、雑草の香りで季節を感じ取るって、すごいこうワイルドだけど、美しい暮らしをしていて、でもその森で暮らすっていうことはやっぱりこう綺麗だけど、やっぱりそれなりに大変なこともあったりして、大雪降っちゃうとやっぱ停電してもう家の電気何も使えない。そうすごい本当雪、もう北海道どころじゃない雪が降るらしくって、停電だってなったらこう旦那さんと2人暮らしなんですけど、暖炉の前で火をつけて旦那と2人で話すしかない、そういう時にこうちょっと秘密を暴露する大会が始まったりって、こうちょっと楽しいエピソードもあったりとか、森を生き抜くための大変さみたいなのも書いていて、人が生きる大変さも植物が生き延びていく大変さも両面で書かれてるんで、めちゃくちゃ森に囲まれた読書時間を過ごせるかなと思って持ってきてみました。言っていい？はい。めっちゃ読みたい。よかったよかった。まずここがいい、ななみちゃんのこのさっき話してくれた、我が家の場合には停電すると水道も止まってしまう。地下の井戸から水を汲み上げている装置は電動だから。当然のことながら暖房も切れる。ろうそくの光では読書はできない。だんだん途中からはぐんぐん冷えてくる家の中で、重ねた布団にくるまり、湯たんぽにすがりながら何をするか。夫婦で会話をするしかない。素敵じゃないですか。可愛いね、旦那さんとその小出まりさんぐらいしか人って出てこないんですけど、夫婦のエッセイなんですけど、ラブストーリーとかじゃなくて、結構なんかいいパートナーとの暮らしみたいなテイストで書かれてるのもすっごい読みやすい。そうなんだ、いやよく見つけたね。これ本屋さんでも見たことないし、私も決めましたって言われたから信じてたけど、全幅の信頼でわけわからないね。小出まりるいさんって有名だよね。小出まりるいさん多分小説とか本当詩集も出されてるんですけど、絵本の原作とかも手がけてるらしくて、そうなんだ。なんでちょっと文体的にはメルヘンというか思考が結構メルヘン、植物こんにちはみたいな、シマリスさんどうもみたいなそうなんだ。プリンセスなのね。そう書かれてるのも可愛い。そうところどころ他の作品の引用とかも書かれてたりするんですけど、一個に星尾道夫さんの引用がそうあって、それ好きな方も絶対これ好きだと思います。これはもうバッチリだね。イントゥザウッズに、森ど真ん中見つかりました。じゃあこの3冊でお届けします。と合わせて今回お届けするグッズを先に紹介しちゃおうかな。はい、そうですね。マリトルボックスからすごい可愛い可愛いグッズを紹介します。はい、これペンとノートなんですけど、どうしよう、近く寄れるかなカメラ。私がこれ多分こういうパターンの時のあれだったんだろうね、ボックステーマの時のだったんだと思うんですけど、ただのねノートなんですよ大体が。なんだけどすごいやっぱマイリトルボックス可愛いなと思ったのが、このノートと一緒にあなたの個性を磨いてみないっていうテーマをね毎月にくれるっていう、マイリトルのいいところが詰まってたんでちょっと入れてみました。で Do what you love って言って行きたい場所とか読みたい本、作りたいものとか書いてみたりとか、あとここね、フューチャーログって言って例えば6月には世界一周してるなんて書いても、なんかもしかしたら書き出すことから夢ってもう始まってたりするから、だっていいのがさ、これさ2024とか5とか書いてないから、いつでも使える、これ届けられるなと思ってちょっと入れてみました。でプロポンリストとか、なんかこういういつだってユーモアを大切にするみたいなのってパリジェンヌのエッセンスだったりして、本当にフランス人って会話がうまいの。なんかそういうところが私はマイリトルボックスでもとても勉強になったんで、そのエッセンスと、あとこちらはペンを入れております。このペンめっちゃ書きやすいんですよ。
言ってたね。そう普通のこうカチカチっていうクリック式のボールペンじゃなくて、蓋付きのボールペンってところで、ちょっと大事にメモ取るじゃないけど、自分と向き合う感ありませんか？ね、これブックノートにしてね、読了した本の感想とか書くのもいいかもしれないし、なんかみんなが自分と向き合う時間をね作ってくれたらなということで、これはどっちにも入ってます。はい、お届けします。はい。でね、これだけじゃないのよ。マイリトルボックスって毎月コスメが入ってるんですよ、コラボレーションで。だから今回はチャプターズちょうど8月はジェオデジスさんっていうお香のブランドさんとご一緒しているご縁があったので、これもちょうどフランスのブランドですので、なんとお香を3種類全部入れて、いい匂い。そう本当に開けた瞬間からいい匂いするからみんなそれを楽しんでほしいと思います。で私はこのジェオデジスのフィグツリーも大愛用、また買うと思う。でジェオデジスのお香のいいところって夫婦が旅をして感じたエッセンスを元に作ってるお香らしくって、そのストーリーも素敵なんですけど、本一本がねちょっと太いのよ。なんか太いからこそ香りが結構強く出るみたいなところがあると思うので、それも感じてほしいなと。で私これ家のお香立て立たなかったんで、なんかクリップでこう立てたりとか、あとは安全ピンとかでなんかこうね、いろんなね何かしらでね家のもので立つんで、文房具使ってちょっと駆使して立ててみるのもいいんじゃないかと思います。はい、でこれはフィグツリー、ベルガモット、ネロリ、はい、この3つがあるので、皆さんも好きな香り見つけたらジェオデジスさんで買ってほしいなと思いますっていうジェオデジス広告も挟むっていうね。でもさ、やっぱいい香りで届けたいから、マイリトルボックスと一緒にやるなら皆さん楽しみに開けてみてください。よし、じゃあ続いて戻ります。はい、こっちですね、多幸感マックス、インベッドウィズブックスボックスをいきます。これもうさ、絶対読書好き欲しい箱じゃないもう箱だけで、ズキュンって刺さる、すぐ決めたよね、これ欲しいと思って。でマイリトルボックスの箱って、私これなんか大事な印鑑とか入れてるの。私領収書なんかそのね、家のこうバラバラしちゃうものにすごい良くて、持ちめっちゃいいんで、なんか見つからないなって思ったらマイリトルの箱開けたらそれにも使ってほしいです。はい、あとさっきマイリトルのオフィスもあったけど、これを多分フックかけてこうやってやったら家でアートになる。確かに、いいかも。いいハックですね。でこちらは、ハッピーな気分になる本を入れてみました。文庫本2冊と、あとこちらも単行本1冊になります。じゃあ私がまた文庫本からいきますと、これねでもちょっとトリッキーかも。何でも見つかる夜に心だけが見つからないっていう、これは、エッセイっていうのかな、読むセラピー、臨床心理士の先生が描いたこう心との向き合い方みたいな、こうセルフラブとか自己理解に関する本になってます。でこれ発売が7月29日、本当にギリ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 よもうそうほやほやの文庫本で、私文庫本出るって知ってたから単行本で買ってどうかなって読んだんですけど、あまりによくて、これチャプターズの選書でも入れたいぐらい良かったですけど、なんかもう出会っちゃった順だからね、もうボックスでまず入れようと思いました。でこれすごいいいのが、複雑な感情を、そのまま、例えば良かった悪かったって人は二分で分けがちだけど、その心の感情に補助線を引いてあげることによって、その気持ちがもっと理解できるようになる。だからこう泣いてるからそれは悲しいねじゃなくて、その中にはもしかしていろんな感情があるかもしれないっていう、そこの補助線を自分に対しても、あとは人にアドバイスしたり人と向き合う時も引けるようになってあげましょうねっていう、もう素敵でしょ、本なんですよ。でそれを夜の航海に例えて話してくれて、あなたは船に乗り出して一人大海原を駆け抜けますと、であそこに孤島が見えてきたから、ちょっと立ち寄りましょう、一人でいるの寂しいですね、そんな時じゃあこんな気持ちになりますよねみたいな、夜の船を漕ぎ出すようなテンションで心のケアの話を教えてくれるので、小説を読んでるような気持ちだと、冒険のようなエッセイなのに、本当に多分表紙がぴったりかも。で私はこんな明け方の空っていうよりは、もっとすごい暗い満天の空の下でこう船を漕ぎ出すようなイメージでずっと読んでいきました。幸せな気持ちになるかって、ハッピーかって言われるともうそうじゃない、でもこの本も言ってくれてるから、で読んだ時に出会った自分のこうままならなさとか傷とか嫌なとことか改善したい人間関係とか出てきちゃうけど、それと向き合わせてくれる感情も一緒にこう知っていくことで、ちゃんと補助線を引ける自分になってるから、すごいね読んでよかったっていう前向きな気持ちにはなってると思います。
からみんなこれぜひ読んでほしいなと思って、ちょっと残暑とあと秋の間になんか夜ベッドの中でぬくぬく読んでほしいなという気持ちで超一押しです。選びました。素敵、でこれはチャプターズの過去選書から選んだんですけど、こっちはもう多幸感これが一番最初に決まりました。なんかこの表紙とこのボックスの絵がまず合う。いや、確かにそうですね。ぴったりだなと思っております。でこれは主人公が、人間なんだけど、猫ちゃんなんですよね。でその猫がたくさん住んでる町で住人たちが生活の中に起きるちょっとした恋愛、生活の変化みたいなことを綴った連続短編小説になっています。ですごい楽しいんだけど、なんか猫の話多くない？世の中多い、の中でこれすっごいよくてチャプターズも入れた理由が、猫喋り出さない。いや、それなんですよ。猫喋り出しちゃう。あとちょっともう世界観ファンタジーすぎるみたいな時に、私は割とちょっと大丈夫ですってなっちゃいがちなんだけど、これ猫喋り出したりしない、これ現実の中で行われていくからすごい読みやすいし、この街に身を置いてる自分のこの時間がずっと幸せな気持ちで読書が進んでいったので、ベッドサイドにみんな女の子のお家に置いてあったらいいなと思ってお届けしたいと思います。連続短編ってところでも読みやすいと思います。そうだね。あとはこれ去年の集英社の夏市の結構推し作品だったんですよね。そこまで言っちゃうとちょっとネタバレになっちゃうかもしれないんだけど、それぐらい出版社さんとしても推してる作品で、私もこれ本屋さんで表紙がねこうやって平積みされてたら、ちょっと軽いかなって思いがちなトーンではあるんですけど、すごく最後まで楽しく読めたので、これぐらいの感じでちょっとハッピーになってもらいながら自分を見つめてっていうね、こんな感じで楽しんでほしい。もうベッドの中ではい、これ読んでる時に、なんかチューペット食べながら読みたいなと思った。なんか夏休みって感じがして、今からでもそっか9月だもんね。じゃあ紅茶でも入れてね。はい、いいですね。読んでください。はい。で最後こちらです。こちらもよく見つけてきたね、第2弾。出版社さんの名前が読めないもん、これ。すごいよ。あーのようなか、これ短歌ですね。はい。こちらななみちゃんおすすめポイントを教えてください。この出版社さんは福岡にある出版社さんなんですけど、これもそうなんですけど、新鋭短歌シリーズっていうのが2013年ぐらいかなに始まったものらしくって、短歌界とか短歌出版のあり方に革新を起こしたっていうぐらい結構短歌に強い出版社さんなのかな。でこのボックスの本を探す時に本当に多幸感多幸感ってずっとつぶやきながら探してて、で言ってたね。そう、これちょっと多幸感足りないです。はい、わかりました。多幸感とか。これは多幸感があるか教えてください。そう、ずっともうなんか読んでて、多幸感ってなんだっけみたいな感じになってきてて、って時に思い出したんですよ。私も読書してる瞬間の多幸感っていうのが一個こうベッドで短歌とか詩集を読むのが好きだなっていうので、短歌詩集行ってみようって言って探して見つかったのがこれです。あのようなかって言って、現代短歌で日常の生活を切り取って五七五七七の短い文章に収めたっていう一冊なんですけど、読んでてこう結構心も温まってくるのはもちろんですけど、結構ユーモアが効いてて、なんならちょっとこうブラックユーモアもあったりして、クスッと笑える部分もいいなっていうので、短歌のいいところって、小説とかエッセイは結構文字をダーッと読んで、もうゆっくり読む時もあるんですけど、こうその本の世界に入っていく。短歌って短いから読むスピードすっごい遅いんですよね。時にはこうちょっと音読して読みたくなるものもあったりっていうので、本当にこう寝る前の読書にはぴったりだなって思ってて、これも結構こう音読して読みたい短歌があったりして、なんかちょっとおすすめ教えて。そう一個ちょっと斬新かなって思ったのが、バキバキの三角コーンがこの街の無風地点を教えてくれるっていう。バキバキとかが擬音語がちょっと多い感じなのも面白かったりとか、これちょっとブラック効いてんなって思ったのが、ささやかな幸せのため、ささやかな命を奪われたクローバー。いや確かになみたいな、ごめんね積んじゃってっていういろんな視点があってすごい楽しくってっていうところで、今回このインベッドウィズブックスに持ってきてみました。
いいね。私も短歌入れてほしいなと思ってた中で、やっぱななみちゃんリトルプレスとかジンとか得意だから、よく見つけてきたなっていう。これもともと寺井直美さんっていう方の本なんですけど、違う本で出会って、でもうちょっと読んでみようって思ったら、短歌のクオリティが、これいいなみたいな。私詳しいわけじゃないんですけど、読みながら頭の中に映像が浮かんでくるというか、楽しい感じがしたんで、はい、これにしました。いいと思います。私もチャプターズで今まで短歌って1回しか入れたことなくて、言葉が少ないからこそやっぱ選ぶの難しいし、読み終わった後の発想がやっぱ明るい方に行くものが私も求めてしまう中で、ちょっと久しぶりに出会っちゃった系だよね。私も読みましたがよかったです。やっぱりなんだろう、短歌とか詩とか読むと、ちょっとかっこいい意見言わなきゃいけないみたいな、あったりするじゃないですか。そういうのじゃなくて、なんか好きだなでとりあえずいっぱい付箋貼って、好きなのを繰り返しゆっくり読んでほしいなって思います。確かにどこで始めてもいいしね、どこで終わってもいいので、ベッドの中のまどろむ読書にぴったりかも。はい。どっちがみんな好きだろうか。入りたいかポカポカしたいか。こっちはずしっとは来ないけど、一気読み系のものが多いな。でもこれの私森気になったのはすごい。空から森が降ってくる。これこの後持って帰ってください。空から森が降ってくるマジで気になったな。いややっぱりでもね、何でも見つかる夜にここ。私これめっちゃ読みたい。あとこのチャプターズの選書がバッチリだから、であのようなカーでちょっと心をこうお散歩するような感じで楽しんでもらって。いやなんかいつもどっちかがやっぱ人気が出るんだよね。でも毎回わかんないんだよね。わかんないです。今回もどっちが人気が出るかが私たちも楽しみです。はい。ということでこれはYouTube の下のね概要欄のところから購入できますので、ぜひ気になった方は見てみてください。で悩んで明日買おうだと結構ないっていう声をよく聞くので、ちょっと申し訳ないんですけどせかすのが、でもなるべく早くお求めになった方がおすすめです。でどっちにもジェオデジスのお香が3種類と、マイリトルボックスのノートとペンが入っているので、あとは、グッズがないバージョンのものもあるので、2箱購入したい方は1つはねグッズなくして買うのもおすすめです。という形で皆さん好きなもの選んでみてもらいたいと思います。ななみちゃんだったらどっち買う？でも私こっち。本当ですか？私こっちかな。これがすごい気になって。よかった。じゃあやっぱお互い勧めた本が気になるっていうことは、いいみんなね悩んじゃうかもしれないけど、これからの季節にもぴったりだと思う。ななみちゃんの選書がどんどん良くなっているっていうのが私最近すごい感じます。嬉しい、ありがとうございます。そんな感じで皆さん秋もね読書楽しんでいきましょう。ということで今日はマイリトルボックスのオフィスからお届けしました。ボックスを楽しみに。またね。バイバイ。失礼します。めっちゃお腹の音入ってる。私もお腹ななみちゃんだったらどっち買う？でも私これそれ私だけじゃなかった。よかった。すごい低音響